こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。実はね、先日誕生日でした。で、その日の日記をね、結構飛び出す豪華なページにしたので、そのやり方を紹介します。今回撮影データ一部破損してしまって、復旧したものが混じってるので、画質がね、ちょっと弱いかなと思います。すみません。半泣きになりつつもなんとか半分くらいは復旧できたので、ボツをね、免れました。ぜひ私の渾身の1ページをご覧ください。まず飛び出す部分のアイディアなんですが、こちらはね TikTok で紹介されていたこちらのね動画を参考にしました。せっかくの誕生日ページなので、動画ではハートだった部分をちょっとね年齢にしてみようかなと思います。ざっくり手順はこれで、必要なものはこちらです。パーツは3つ。縦が8センチ、横は6センチ、4.5、4.5、6センチで区切ったパーツが1枚。で、2つ目は縦が 2.5、2.5 で区切ってあって、横が7、5、7に区切られた紙が1枚。最後に 8×10 の紙が1枚です。この3つ目の 8×10 センチの紙を使って、まずは飛び出すパーツを作っていきます。飛び出すパーツっていうのは最初にページを開いた時に飛び出していた32の部分ですね。使うのは 8×10 センチの紙で、真ん中で2つ折りにします。多分ね、私は1回失敗するだろうなと思って予備でね、もう1個この 8×10 センチの紙をね作っています。ちなみに使っている紙はコピー用紙より少し厚めのいい紙、厚紙とか画用紙ほどは厚みはありません。TikTok ではね、多分画用紙使っていたんですけど、私もね、一回厚紙で試しに作ったんですが、かなりね、分厚い仕上がりになっちゃってて、今回は日記帳の1ページにするので、厚紙ではなく、できるだけ薄くしたくて、普通より少ししっかりした感じの紙っていうのにねしました。では実際に飛び出す部分のイラストを描いていきます。32歳になったので、ババーンとね32に登場してもらうように、折り目の左に3、右に2を描きます。真ん中の折り目の部分は一部でもいいので、つながっているね必要があります。ちょっと余談なんですが、32歳でなんでこんな年齢打ち出して祝うだろうってね、自分でも思ったんですけど、ここ数年自分の年齢がパッとね出てこなくて、あれ今何歳だっけとね考えることがたまにありました。多分ね27歳あたりからもはや年齢を重ねるのがあまり嬉しくなくて、見て見ぬふりをしていたら、もう自分のね年齢がわからなくなるというね。で、考えが変わったのはね、ここ1年。そういえばここ数年、今が一番楽しいって思っているなって気がついて、それは20代の時の努力とか葛藤とか経験から学びを得て、自由に使えるお金とか時間も増えてきたこともあって、自分くらいはね、自分のこの年齢を誇りに思っていいなと、ちょっとね、考えを改めました。いいじゃん、32歳、もうババーンと飛び立たせようって思っちゃいました。はい。で、下書きができたので余分な線を消していきます。細い線を消したい。あと、消しカスがたくさん出ちゃうって時は、この靴輪のノック式消しゴム、ペン字消しっていう消しゴムがね、めっちゃ便利なので紹介します。スティックタイプの消しゴムで、こんな感じで、使いやすいのはもちろんなんですが、この消しゴム自体に鉄粉がね、含まれていて、このたくさん出た消しカスもスティックの逆側に仕込まれている磁石のパーツを近づけることで、こんな感じであっという間にね、回収できます。すごくないですか？で、このキャップ部分を押し込むことで一瞬でね、消しカスを落とすことができます。ちょっと早かったのでスローでもう一回。はい、そんなこんなで下絵描いていたんですが、デザインが気に入らず、こちらはボツとなりました。で、その後イラスト AC っていう素材サイトで見つけたこちらの猫ちゃんのね、デザイン。日記に使う個人の利用範囲と、こちらの動画でもね、紹介しますが、この素材が主要コンテンツとなっていない制作物ということで、パクリは問題なさそうだった。はい。で、スマホに画像をね、表示させてトレースし、色を塗ってみました。こんな感じ。32歳ってパッと見読みにくいかなと思ったんですが、可愛さ優先でいきます。この後はイラストを縁取りながら切るだけ。真ん中はね、つながった状態にしておくように注意してくださいね。
ではステップ2、土台に貼り付ける工程です。土台はこの一番大きなパーツです。このステップのね、データすべて吹き飛んで復旧もできなかったので、ちょっと写真を撮り直したので、こちらで解説失礼します。この一番大きいパーツを縦の線に合わせて蛇腹に折っていきます。そしたら真ん中の飛び出すパーツを貼り付けます。この時ね、中心がずれないように慎重にしてください。で、真ん中のエリアの不要な部分をカットしていきます。なるべくね、イラストに沿ってくり抜いた方が見栄えが良くなります。私は雑にやった後、やっぱり見た目が気に入らず、すべて分解してくり抜き直す羽目になりました。ではステップ3の仕掛けを作る工程に入っていきます。最後のパーツ、こちらのパーツも加工していきます。事前に入れていた線に合わせて折り目を入れるんですが、折り目をきれいに入れるコツとしては、芯を出してないシャーペンとかハサミの刃じゃない方の部分などでこの折り目のね、線を一度なぞってあげるときれいにね、折り目を入れることができますよ。特にね、厚紙で作る場合はこの一手間を入れると必要な部分だけきれいに折れて仕上がりがね、ぐんと良くなると思うので、ぜひやってみてください。すべて折れたら追加で真ん中に対角線の折り目を入れます。特に山折り、谷折りとかね、気にせずで OK です。そしたら左上の端と右下の端にテープのりなどでね、のり付けします。端全体じゃなくて対角上に半分ずつっていう感じです。で、真ん中合わせるの難しかったので、裏返して折り目を見ながらパーツをね、ガッチャンコするとやりやすかったです。必要な方は粘着力の弱いテープで仮止めしてね、一回組み立ててから本止めするのがおすすめで、デザインが入っている方を蛇腹に折り込みます。飛び出す仕掛けの方の紙は動画のように折ります。ちょっと説明が難しいんですけど、ピラピラを手前に引っ張る感じ、ちょっと日本語難しいですね。はい。ではステップ4、日記にとうとう貼り付けていきます。いよいよですね、日記帳に貼り付けるんですが、動画ではね、カットしたりとかデータが飛んだりしたせいで、ここまではね、5分くらいの工程になっておりますが、実際はもうね、2時間くらい経ってます。で、なんだったら別の日にね、お試しで1回作ってるので、それ含めると4時間。やっと終わりが見えてきました。三角の上の部分だけにテープのりをつけて、ノートの真ん中にパーツをセットします。ノートを閉じてグッと押していきます。私はね、もちろん上下逆さまに取り付けてしまったので、同じように器用さに自信がない方は、ここも仮止めで試してから本止めがおすすめです。で、逆側も同様にノートにのり付けしていきます。ということで、苦節4時間、32歳飛び出してきました。本当に飛び出てきた。面白い。めっちゃすごい。飛び出すのね、すごく満足なんですけど、なんかこれじゃない感があって、なんだろう。ということで、ステップ2でもちょこっとお話ししましたが、この真ん中のデザインが、なるべくこう空白をきれいに切り抜く方がね、ぐんとクオリティが上がるんですよ。はい。なので、こちらは、この後剥がして分解して、切り抜きをやり直しました。真ん中をくり抜いて土台の紙にマステを貼ったりなんやかんやして飛び出す部分がね無事にこんな感じで完成しました。あとはねもう普通に日記を書いていきます。使っているペンはカクのまどろみカラーという万年筆です。1個前の動画でもねもう絶賛紹介させていただきました。マジでね書きやすくて気に入っています。で今回の飛び出すページ作りで思ったのは不器用をね克服するのはやっぱりいい道具に頼りつつ練習が必要だっていうことですね。くり抜くときはペンタイプのカッターのおかげで本当にね細かい部分までちゃんと切れたし、テープのりはねはみ出さないし、なんか道具ってやっぱ大事だなと実感しました。あとねこの色塗りに使っているのはペンテルのマルチ8という色鉛筆シャーペンです。下手くそなねもう色鉛筆で塗ると少しねなんか風合いが出てなんかごまかせるのでね気に入ってます。たまに薄い蛍光ペンとか水性ペンで塗ることもあるんですけど、かなり失敗率が高くて、もしね同じ悩みある方いたら色鉛筆がおすすめです。で、右上の大ぼかししている部分はオランダで取れるねプリクラみたいなやつを貼ってます。1回6ユーロ、今だと日本円で960円ぐらいかな。1枚5秒くらい、合計3枚取れて取り直しなしなので15秒ぐらいで終了っていう爆速でね笑っちゃいました。ぜひねオランダに来たらお試しあれ。はい。
ということで、誕生日当日の日記ページがこんな感じで完成しました。32歳になりました。横から見てもね、バーンと飛び出してる豪華なページです。もうこの32を目立たせるためにやり直し工程がね、発生したけどくり抜いてよかったです。さすがに今年はね、自分の年齢を忘れずに過ごせそうな気がします。もしね、日記書いてる方いたら、ぜひ誕生日のページ華やかにするアイディアとして参考にしてもらえたら、すごくね、嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。またね。